いやー、日本人って礼儀正しいですよね。これ皆さんには当たり前かもしれません。でも、韓国から来た僕には最初かなり衝撃でした。だって日本人って他人に迷惑をかけない能力、これ異常に高いんですよ。しかも怖いのが、ルールだから守るじゃないんです。無意識なんです。9年日本に住んだ今でも、日本こういうとこ素敵だなって思います。今日は韓国人の僕が、これは韓国にも欲しいと感じた日本のマナー5つを話します。1つ目、日本の迷惑をかけないが異常すぎる。2つ目、すみませんが世界最強の潤滑油だった。3つ目、店の従業員に怒鳴らない国。4つ目、酔っ払いなのに静かすぎる日本。5つ目、踏み込みすぎない優しさがすごいって話です。一つ目、日本人の迷惑をかけないが異常すぎるって話です。日本に来て最初になんだこの国って思ったのがこれでした。他人に迷惑をかけない。この感覚、日本は異常に強いんです。ルールだから守るとかでもないんですよね。例えば東京の満員電車、シーンですよね。あの静けさ、最初かなり怖かったです。誰も注意してシーンになってるわけではなくて、みんな自然に守ってますよね。深夜の住宅街でもそうです。夜になると声が聞こえなくなる。近所の人寝てるかもってことを考えてる人が多い。あと面白かったのがエスカレーターですね。東京なら左、大阪なら右。みんな自然に片方を開けます。これ外国人から見ると不思議なんですよ。誰も命令してない。日本は自分より全員を守ろうとする国なんです。これ日本社会の静かさの正体なんだと思いました。二つ目、すみませんが、世界最強の潤滑油だったって話です。僕、毎日聞いてます。びっくりするぐらい聞きました、最初ね。しかも日本人、自分が悪くなくても謝る。これ意味がわかりませんでした。例えば、コンビニ、店員さんが袋を取るのに2秒ぐらい遅れただけで、お待たせしてすみません。いやいやいや、全然待ってないんですよ、と。電車もそうですよね。山手線が2分遅れて、大変申し訳ございませんとかっていうアナウンスが多分聞こえてくると思うんですが、韓国だったら2分で何が問題って感覚の人が多いと思うんですね。宅配とかもすごいですね。再配達をお願いしたの僕なのに、配達員さんが遅くなってすみませんみたいな枕言葉で入れてくる場合がある。むしろこっちが謝りたくなる。韓国とか、アメリカとか他の国そうだと思うんですが、合理性を重視している国の方が多いと思うんですよね。だから自分が悪くないなら謝らないっていうのが、世界全体で見ればこっちの方が多いと思っています。でも日本は違ってますと、誰が悪いかより空気を悪くしないかっていうことを優先する。つまり、すみませんは謝罪だけじゃない、感謝とかも入ってる。日本における人間関係の潤滑油っていうのは、このすみません文化の裏にあるんだなって暮らしながら強く感じました。3つ目、店の従業員に怒鳴らない国ってことです。これ日本に長く住むほど見えてくるもんだと思うんですね。日本人店員さんに優しいと思うんです。大体はね、大体は。で特にコンビニ、日本のコンビニって毎日ものすごい人数来るじゃないですか。朝7時とかだと眠そうな会社員とか、昼休みには学生が来たりとか、夜になったら夜勤帰りのおじさんだったりとか。でも、レジ前比較的静かなんです。韓国だと、コンビニでもピリピリする時はあると思うんですね。早くしてくださいだったりとか、これどうやって温めるのだったりとか、なんで在庫ないのってことは感じます。でも日本はほとんどの場合には、穏やかなイメージがあります。イライラしてても抑える人が多いんだなというふうに、僕はね、感じています。4番目は酔っ払いなのに静かすぎる日本ということです。日本人もめちゃくちゃ飲むじゃないですか。新橋、上野、新宿、金曜夜の山手線乗ってるとみんな顔を真っ赤ですね。電車で寝てる人いますよね。ベンチで潰れてる人いますよね。でも日本って僕の感覚でしかないんですが、暴れる人の割合で見たら低いんじゃないかなというふうに思うんですね。韓国も日本みたいに飲酒文化かなり激しくて、しかも焼酎、チャミスル飲む量すごいんですね。するとどうなるか、これも一部の人の話をしてます。声量が急に3倍とかになって、深夜2時にも大きな声出したりとか、路上で歌ったりとか、喧嘩するだったりとか、多くはないんですが、見ても珍しくはない風景かなというふうに思います。しかも超やばい人は飲酒運転とかもしています。これ冗談じゃなくて、飲酒運転で日本人観光客が死
死んだのって何人ぐらいなのか、それぐらいなんだと思います。だから、韓国の繁華街、金曜の夜にタイミング悪かったら、戦場みたいになることもあります。日本見てると、酔っても、静かにフラフラしてる人が多い。もちろん態度悪い人はもう絶対いるとは思うんですが、割合としての話ですよね。これって僕が思うには、この他人に迷惑かけないっていうブレーキが多分最後まで残ってるんじゃないかなというふうに思ってるんですね。だから酔っても店員さんに攻撃的になりにくいんじゃないかなというふうに思ってます。5番目は踏み込みすぎない優しさって話です。日本人の距離感、韓国人から見るとかなり独特っていうか、韓国ではかなり経験することが難しいです。韓国は人との距離感すごい近いです。仲良くなるスピード速いんです。初対面で年齢、結婚、恋愛、年収普通に聞きます。何事も悪気はありません。親しいから聞く、情報収集するっていう感覚なんですね。韓国という国では。日本人ってこれ聞いたら嫌かなってことを先に考えることがあると思います。これは強いですよね。日本っていう国では、例えば年齢を聞くときも遠回しする場合ありますよね。韓国みたいに何歳ですかドーンとかじゃなくて、いろんな方法を用いて年齢を探ろうとしてますよね。恋愛の話もそう、結婚の話とか、子供の計画とかそういう話もそうで、日本の場合だと自分から直接ガンガン聞くんじゃなくて、相手が話してくれるまで待つ人の方が多いんじゃないかなというふうに思います。最初は僕とか、僕の周りの韓国の方もそうですが、こういうのを壁があるというふうに表現する方もいます。日本人と韓国人とか、日本人同士でも壁があるから仲良くなることはできないんだと。このように思っていたりとか、僕も最初そのように思ったことも、ちょっとはありました。でも、長く住んで気づいたのは、そういう側面あるかもしれないんですが、それは優しさによる側面もあるかもしれないんですと。相手の空間は相手の空間、自分の空間は自分の空間、相手と自分のその境目を無理して壊さない、乗り越えないってことがあると思うんですね。不快にさせないという、気遣いの側面があるかもしれないなというふうに思っています。まだ僕も勉強中なので正確にわかんないですが、そう感じています。こういうのを見るとですね、一つ一つは小さいと思うんですね。でも、その小さい気遣いが積み重なると、街の空気、人間との空気、そのものが変わるというふうに思っております。韓国は暑い国、エネルギーのある国なんだと僕は感じています。尋常も濃くてスピードもあって、もう熱量でどんどんやろうぜみたいな。日本には静かな優しさっていうのがあると思うんですね。別にどっちが良い悪いとかの話をしたいんじゃなくて、韓国がもしそのエネルギーを持ちながら、同時に静かな優しさ、相手への配慮という側面まで取り入れることができれば、僕はもっと強くなれるんじゃないかなと、そういうふうに思っています。少なくとも僕は日本の考え方を学んで、僕はもっと強くなったなという実感があるんですね。そんな日本が好きになった韓国人として、これからもリアルな日韓の違いを発信していきます。よかったら他の動画もぜひ見てください。以上、パクでした。アニョン。